この車は自分の気持ちを盛り上げるようで、もう1台は落ち着けるよというか。ボーイズ&グリス TV ご案内役の司です。今日は2台持ちでございます。ゲストはこちらの方、お名前は佐々木穂高と言います。年齢は27歳です。お仕事は車関連のデザイナーをしてます。そしてお住まいは世田谷区です。こちら車2台なんでしょうか。こちらが MGB の GT っていう車で、こちらはアウディのオールロードという車です。色味がとても似た2台でございます。グレイッシュなですね。合わせです。という2台で今日は穂高さんとこの MGB GT とアウディオールロードでお届けします。お楽しみに。穂高さん、愛車遍歴教えてください。一番最初にボルボの C30 を社会人になった時すぐ買って、田舎の方に引っ越したんですけども、山道がいっぱいあったので、趣味車にこの車欲しいなってことで。何年前ぐらいですか？5年ぐらい前です。あ、結構乗ってらっしゃる。その後に引っ越してきたんですけど、東京にそのくらいのタイミングにボルボの C30 をアウディの A4 アバントに変えました。2台体制でしばし乗っていて、その後にいい個体が見つかっちゃって、プジョーの206を友達と一緒に買ったりとか、 BMW の 120i クーペに乗ったりとかしながら、その後に A4 アバントを A4 オールロードに乗り換えました。現行の前期型。そして、A4 のオールロードを今ここにあるオールロードクワトロに入れ替えたという感じです。この MGB GT、どんな感じで買ったんですか？イギリスのカーセンサーみたいなサイトに掲載されていた車で、それをネットで購入しました。どうやって？その先方のお店にメール打ったら返事すぐくれて、トントン拍子にメールのやり取りをしてる間に日本をくれるよみたいな感じで言って、じゃあみたいな感じで。で、輸入したってこと？そうです。それどんな風に送られてきたの？フェリーに乗っかって、豊橋の港にポンと置かれてましたね。どれぐらいかかるんですか、シッピングに？1ヶ月ぐらいですかね。その日土砂降りの日でこの車らしいなと思いました。まあイギリス雨が多いですけど、そうです。5年前にこちらを個人輸入されて、どうですか、乗ってみて？最高です。MGB って売れた車でもあるんですけど、あ、そうですね。小気味いい走りは山道でも最高ですし、意外と都心でも乗ってるとキビキビ走ると楽しいですね。この車だとオープンのね、車の方が流通してるイメージは日本ではありますけど、イギリスだとこっちの方が多いみたいで、イギリスで買った方がいろんなのが選べたっていうのも。なるほどね。個人でイギリスのカーセンサーみたいなもので買えるということを発覚しました。ハードル高そうですけど、ちょっと頑張ればいけるかもしれません。穂高さん、じゃあ2台目、こちら車は何でしたっけ？アウディのオールロードです。年式は2003年です。今オールロードって A4 と A6、2種類ありますね。これは一番最初の車？一番最初にアウディが作ったオールロードで、当時の A6 をベースに作られた車で、黒缶的なステーションワゴンですね。結構好きなんですか、ステーション？大好きで。A4 のアバントが何年式だったんですか？最初2006年式でした。次のオールロードが2017。これが2003。って戻るみたいな。そうですね。やっぱこの車憧れとか1個前に乗ってた A4 オールロード乗ってる時もこの車を意識しながら。あ、そうなんですか。見せていただいたシルバーのこれが新しくなったような感じの車でしたけど、これどうやって買ったんですか？この車は塚さんがいい車があるって言って僕に紹介してくれて、レセンスが僕に紹介してくれたんですけど、僕よりふさわしい人がいる、それも穂高君しかいないのに穂高君に紹介したところ、どうしたんでしたっけ？翌週に飛行機でお店までお邪魔して大分県まで行って、でその日に購入しました。なかなかないもんなんですか、車自体？全然ないと思いますね。カーセンサーでも1台だけ出てるんですけど、ほとんどないからあればいいなぐらいの。本当にそんな感じですね。ということで穂高さんはこのすごい車を購入され、どうですか乗ってみて？アウディ3台目ですけどね、ステーションは。この車は今まで乗った2台と比べて圧倒的に重厚な感じです。例えばもともと2台は結構軽快に走る系だったんですよ。なるほど。これは重量もあるんですけど、のそのそとしっとりとしたエンジンで引っ張っていくみたいな、そういう感覚ですね。どんなエンジン乗ってるんですか？ツインターボの250馬力あるエンジンが乗っかってます。何リッター？ 2.7 かなの6発です。6発。V6？ そうです。 V6 でこれもちろん4駆でです。駆動するというオールロードでございます。ということでまずは MGB GT の方から試乗してみたいと思います。行ってきます。乗り出しました。まず1台目です。MGB GT。GT って速いやつ。屋根が開かないやつのことを GT。ああ、そっかそっか。これの一回りちっちゃいやつのことが見てるっていう。
モデルではい呼ばれていて、はいで MGB もはい GT ってつかないやつははい屋根が開くやつなんですよね。似てるけど違うんですね。そう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 。で GT っていうのがこのクローズドのかっこいい空海のボディでございます。オープンじゃなくてこっちが良かった。そう。屋根開かないやつだけで探してましたね。結構あるんですかね。イギリスにはまあまあ数ありましたね。100台ぐらいはまあそそんなにのタイミングでもへー出てたかな。これはその中でどれぐらいの状態の。いやこれはめちゃくちゃいい個体でした。てか出てる中で2番目ぐらいに高い個体だったんですよね。そうは言っても日本の相場とトントンぐらいだったので全然いいかなと思ったんですけど、国内には結構あった。お店にレストア中の車が置いてあるのとか見たことあったんですけど、はいちゃんと売り物になってるものは当時はなかったですね。オープンの方はあったけど、このクローズドの方はなかなかなかった。そうそんな感じ。初めて乗ったのは大雨の中港に着いて、そこから自走ですか。もうまだイギリスナンバーついてたからそこから運転できずで、はい初めて運転したのは陸運局に車検取りに行く時に仮難借りてそうで行きましたね。どうでした？初めて乗った時のフィーリングとか感想。めっちゃ良かったですよやっぱり。思ったより普通に乗れるし、この車ミッションがあんまり今の車のマニュアルと違ってシンクロがないとかそういうちょっと扱いにくいところがあるんですけど、ちゃんと心得てればリズムよくシフトチェンジできるし、これはキロですかマイルですか？ベースがマイル表示ですね。ですよね。自分でキロが分かるように車検通す時に自分でシール作って貼り付けましたけど、あ、これ丁寧な仕事で。そうちょっとフォントとか合わせてさすがデザイナーなんでございます春夏秋冬乗るんですか？初春と秋冬だけしかほぼ乗れないって感じです実際は。これエアコンないし車自体も40度とかで乗られることを想定してないから、イギリスの夏はね、気温とか考えるとそんなに暑くないしこんなに高温でもないだろうから。そう多湿で高温だともう車も参ってんのが運転してて分かるんですよね。なるほどね。とはいえエンジンかけないわけにもいかないし、どうしてんですか？夜中に多少風が吹いてる日を探して、はい頑張って乗って1時間弱で帰ってくるみたいな感じですかね。気に入ってるとこどんな感じですか？形がすごい整ってるところがこの車の推しポイントの一つ大きいところで、車体とかすごいちっちゃいですけどしっかりロングノーズショートデッキみたいないわゆるかっこいいスポーツカーの横から見たシルエットをしてるし、ハンサムでいいなと思ってますね。やっぱデザイナー視点から見てもそれはハンサムだと。いやそう思います。全長長くないじゃないですか。全然長くないです。でもスポーツカー前としたロングノーズショートデッキがちゃんと整ってるっていうのは面白いですよね。そう大きいかっこいいスポーツカーをそのまんまちっちゃくした感じですよね。高さも幅も全長のプロポーションが狂わないように全部ちっちゃくなってるみたいな。これやっぱり大衆向けに作られたんですよね。大衆向けだと思います。ギネス記録にも当時は残ってたぐらい世界一売れたオープンカーマツダのロードスターが首位になってますけど、MGB はそれぐらい売れた車だったんですよね。それはイギリスに300台が、ね、そうそうまだまだ残ってる。長い期間作ってたってこと？ 15年ぐらいかな。ほぼ形を変えずに。後期型は顔つきとか違いますけど気候は意外に変わってないところもあった感じかな。設計輸入されたのかしら？されてたはずです。これどんなエンジンですか？ 1.8 リッターのエンジンですね。直4割とスタンダードな。気持ちよさそうですけど、この個体を踏み切って使い切るには結構いいんじゃないですか。90馬力ちょいなんですけどカタログ上だとちょうどいいですよ。前にエンジンがあって後輪が来ると、そうやっぱりスポーツカーとしてはコンパクトにまとまってて全部大事なところだけ押さえてある感じですよね。この2台持ちどんな感じですかね、言い分けるとすれば。この車は完全に自分の気持ちを盛り上げる用の車で、もう1台はどっちかっていうと落ち着ける用というかテンション上げる用と気持ちを落ち着けるみたいな感じです。キャラの差がまずあるなって気がしてますね。コンディション的にはどうですか MGB？ エンジンもリビルトされた状態で新品パーツで組まれたミッションだったりとか、すごい基礎的な部分のメカは状態がいいものだったと思います。そのパーツが出るって話ですけど、ベストセラーだったってこともあって豊富にある。困ったことはないですか？特に困ったことはあんまりないかもしれないですね。そういうぐらい出ますね。外装は別として気候の面ではなくはないんですね。あ、全然あります。外装もあります。外のパネルとかも出ますよ。ちゃんとイギリスからお金かけて輸入すればあるはあるって感じですね。値段も小気味よく2、300。そうですね。相場そんなもんです。オープンの方であればもうちょっと安いのもなきにしもあらず。ありますあります。球数も日本にもまあまああるし、英語駆使すれば個人輸入ができないこともないし、そうですね。パーツもあるし、手が出せる値段だと思います。本当考えると結構ありですよね。新型のロードスターとか買うのと同じぐらいの値段で買うことはできちゃう感じですよね。個体差はあるかもしれないけど、そうですね。作りがシンプルだから、うん、複雑に壊れるってことも
ないかもしれないし、なんかあった時に、あ、これだなっていうのが分かるぐらい明快な作りをしてるから学びやすい感じはありますよね、車について。入門的にも結構いや、いいと思います。おすすめ。おすすめ。はい。MGB とは打って変わって、そうですね。しっとりとした乗り味。これエアサス？エアサスなんですよね。それを穂高君は気にしてるの？古い車のエアサスって空気抜けちゃったりとか、ゴムに亀裂が入ったりとかいろいろあるという話を聞いてて、買う前もえらい調べてましたよね。めちゃめちゃ調べてましたね。若干リスクを歩いつつも状態が良かったということで買わずにはいられなかった。一回乗ってみないとなっていうのもあるので。そうよね。憧れた車、しかもいいのが出たら価格的にもねそこまでじゃなかったっていうところと、前の下取りとうまくいって買えたっていうのもあったっていうのは大きかったかもしれないけど、エアサスの修理代も加味して自分で考えて乗ってらっしゃるということで、しっとりしてる重厚感っていうのはこれですかね。いや、ほんとそうなんですよ。車重があるからこそっていう感じはしますよね。1810。あ、結構重いですね。なんだかんだでかいですからね、この車。A4 のオールロードより重いんだ。200キロぐらい重い。でもツインターボついてるんですね。どうですか、フィーリング。前の A4 はアクセル踏んだ瞬間ビューンって感じだったんですけど、それに比べるとゆっくりした道でもギクシャクせずにゆったり走れる感じですね。ドッカンって感じのターボじゃなくてしっとりターボ。しっとりターボ。でもトルクフルであると。そうですね。デザイナーとしてオールロード、エクステリア、インテリア総合的にどんな感じの印象ですか？すごくきちんと作られてる車だなって気がしていて、中も外も最後の整えがすごい几帳面というか、面の作り方もシンプルだし、あんまり出したり引っ込めたりとかしてない感じですよ。今いろんな線作りたがるじゃないですか、それがないですよね。そうなんですよ。後ろから見た感じが好きって言うとしてますよね、特にテールランプからバンパーのところにこの字型に緩やかに一本の線でつながっているところがあって、事前にここが整うようにっていう考えで作ってるなっていう感じがしたりして、インテリアもその考え方が一貫してるなって気がしてて、ドアパネルの一連のつながりが前の方まで回ってきてるシューッとね。あとこの面の水平だけど丸みがあるみたいな感じも外と共通してるかなと思ったり、この世代のアウディって言ったら初代の TT とか、そうですね、ちょうどそのぐらいですね。フェンダーの感じとかも彷彿とさせるような雰囲気ありますよね、そう、ハンドルもこんな感じですし、メーターフードっていうんですかね、この辺で丸みがあったりしたりするところとか、ちょっとっぽい感じありますよね、この辺もいいですよね。ただ機能を最適に配置して整えてっていう感じですよね、MGB もそうですけど、飽きが来ない丁寧な作り込みをされたシンプルな造形のけどプロポーションがいいみたいな、その辺が愛しポイントですね。向こうはもうイギリスのクラフトマンシップが存分に発揮されてて、こっちはドイツ人らしい几帳面さとゴテゴテしてない感じがスッと綺麗にまとまったいい時代の車ってことですね、どっちもね。おっしゃる通りです。はい、ということで乗ってまいりました。はい、全然違う2台。全然違います。これはやっぱ2台持ちをする意味があるなって感じで、使い分けもできてると思いますし、色は似てるけど全く違う車でございました。ということで穂高さん、この2台持ちこの組み合わせ100点満点中何点でしょうか？86点。その理由は？ MGB は趣味車としてはいいですけど、こっちの車が普段乗りには贅沢すぎるんじゃないかという気がしてました。贅沢だったら100点あげてもいいじゃない。持続性的な意味でエアサスだったりそこら辺の話とかね、あるんで、それぐらいの点数ということでございます。僕的には現時点の穂高さんの中でも100点なんじゃないかなって勝手に得点させていただきますが、86点ということでございました。ということで今日はデザイナーの穂高さんのこの2台 MGB GT とアウディオールロードでお届けしました。ボーイズ&ビリッジ TV2 台持ちでした。ありがとうございます。バイバイ。